皆さんこんにちは。今日はフラットを使ってタブ譜を作っていきたいと思います。こちらのフラットですね、私も実際に使っているサービスでとても使いやすくておすすめしたいなと思っておりますので、今回の動画を作りました。今回ご紹介する機能については全て無料でできますので、もしよろしければ参考にしていただければと思います。それでは始めましょう。フラットとは？ではフラットとは何かからご説明していきます。フラットというのはオンライン楽譜作成ツールです。ホームページ上の説明を見ますと、フラットでは初心者からプロの作曲家まで手軽に共同で楽譜を作成できますということが書いてあります。ではフラットで何ができるのか、フラットでできることをご紹介します。フラットでできること、これ以外にもあるんですけれども、今日はメインがタブ譜を作成するという回になりますので、タブ譜についての機能をご紹介していきます。まず1つ目、タブ譜を作成することができます。2つ目、オーディオファイルをタブ譜に同期することができます。3つ目、タブ譜をエクスポートすることができます。4つ目、タブ譜をネットに公開することができます。他にもいろいろ機能はありますが、今日はこちらだけをご紹介していきたいと思います。詳細はそれぞれ後ほどご紹介していきます。でまず1つ目、タブ譜の作成ですね。こちらからやっていきたいなと思います。では実際にどういうタブ譜が作れるのかというところをご紹介していきます。こちらは私が以前に作成したタブ譜です。このような形で私が作成したのはいわゆるタブ譜ですね。4弦から1弦までとこの数字がフレット数に対応しているというものと、あとはついでにですね、音符も表示するようにしております。これはいわゆる五線譜というもので、五線譜の高さが音程の高さっていうふうに紐づいているものですね。というものが作れるようになっております。でこちらはただ作れるだけではなくて、この内蔵されているプレイヤーがありましてですね、こちらで作ったタブ譜を再生することができます。でもちろん、編集することもできると。こんな感じですね。はい。それではフラットを使って譜面の作成を開始していきましょう。ではですね、まずフラットにアクセスしてください。こちらの URL ですね。はい。で、アクセスしていただくと、まずアカウントを作成していただく必要がありますので、こちらですね、右上の青いボタンから登録を開始してください。ちなみに言語は好きなものをお使いいただけます。私は何でもいいんですけど、今回は英語でいきたいと思います。で、こちらからですね、登録をしてください。登録には Google のアカウントを使えるのと、あと Apple のアカウントを使うことができます。他には自分のメールアドレスとパスワードを指定して登録することもできます。では実際にタブを作っていきましょう。で今回どんなタブを作ろうかなという話なんですけれども、以前私の作成した動画のタブを、コピーするような形で作っていこうかなと思います。どういうものかっていうと、こちらの動画のタブ譜ですね。ベースエクササイズ in 3 minutes という動画のタブを作ってみようと思います。どういう曲かというと、こんな形です。ちょっとご覧ください。はい、こんな感じですね。で、この辺にあるタブをですね、仮に練習として今回は自分のフラット上に作っていきましょうという回になります。では実際にフラット上でタブを作っていきましょう。まずアカウントを作っていただくと、このようなスコアが譜面が一覧で出ている画面に行くと思います。でこちらでですね、右の方にあるニュースコア or タブというボタン、青いボタンを押してみましょう。
するとこのような形でタイトルを入れる画面が出てきます。で、こちらで、今回はサンプルタブとでもしますか。という形でタイトルを入れて NEXT ボタンを押します。で、楽器を選ぶんですよね。ここで、どうしようかな。ベース。ちょっとこの辺りが量が多いんですけど、普通のエレクトリックベース。で、ここちょっと注意していただきたいのが、左下の方に Use Tab Rapture というのがあります。これタブを使うかという設定なんですけれども、これを忘れずに Yes のままになっていることを確認してください。これノーにしてしまうとタブ譜が出てこなくてちょっと設定をし直さなければいけないので、これは必ず Yes というふうになっていることを確認してください。では、Choose Score という青いボタンを押していきます。はい。こちらで、一番最初の初期の表示が出てきました。では、ここから実際に作っていきましょう。今ちょっと分かりやすいように左右に分けて画面を出しているんですけれども、今回やりたいのは、左側のタブ譜を右のタブフラット上に書き写していくみたいなことをやっていきたいと思います。なので、こちらのタブ譜の部分をちょっと分かりやすくコピーしまして、はい。実際にこれを見ながら進めていきましょう。でですね、まずやらなきゃいけないのは、そうですね、テンポとキーから合わせていきましょうか。テンポとキーは、テンポって何かっていうと、曲の速さですね、スピードのことです。で、原曲の方は、テンポはこちらに左上に書いてあります。四分音符が90のテンポになります。90bpm ですね。ですので、こちらのですね、フラット上は初期設定は80になっております。なので、こちらを押していただいて、90というふうに合わせていきます。はい、これでテンポが90で原曲と一緒になりました。次はキーですね。キーも合わせていきましょうか。で、今回はキーは変更必要はないです。なぜなら原曲キーがこれ C なんですけれども、フラットのデフォルト表示も C のキーになっております。なので今回はいじる必要はないです。もしキーを F とかにしたい場合はこのような形でフラットだったりシャープだったりっていうのをつけていく必要があります。今回はこの調合はいらないです。はい。ではやっていきましょう。それで、ここから実際に音符を作っていくことになります。まずですね、ゴールとしては、この右、こちらのですね、画像のような形の譜面ができれば、一旦はゴールという形で進めていきます。なので、どうやってやっていくかというと、まず1小節目ありますね。1小節目は原曲はこちらの四分音符が1つ、ごめんなさい。これなんていう全音符が1つの小節になっていますので、じゃあ全音符が1つ。で、これですね、押していきます。もしくはここ出てますけども、キーボードの1を押しても同じような操作ができます。1つの全音符ができます。で、プラスボタンを押していただいて、次第2小節ですね。をやっていきましょう。で、第2小節はどういう譜面になっているかというと、四分音符が4つ。で、四分音符の音程は、こちらに書いてあり、下の方がタブ譜になっているんですけども、3弦の3フレット。これですね。で、これはキーボードの、ここの弦の上を押していただいた後に、キーボードのその対応する音のキーを押すと、この音がタブ譜にも反映されるという仕組みになっています。で、今回は3弦の3フレットをタブ譜に記入したいので3を押します。同じように3弦をクリックした状態で3のキーを押します。はい。というのを繰り返すと、このような形で四分音符が4つの小節が1つできます。
で、ここで1個ついでにやっておきたいのは、こちら原曲の方にですね、クォーターという文字がありますよね。こちらもせっかくなのでタブ譜につけていこうかなと思います。これはどうやるかと言いますと、上の方のですね、メニューの方からテキストというのを押していただきます。もしくはコマンドプラス E のショートカットでもできます。こちらでここにですね、文字列を入力できるモードになりますので、これで入れていきます。クォーターとちょっと待ってください。こうか。はい。こうだと入れました。で、エンターキーを押すとこのような形で反映されます。で、また楽譜を譜面入れていきますので、一旦ですね、エスケープキーを押していただいて、で、またノートタブに入力モードを変えていきましょう。はい。で、3小節目ですね。は、前の小節と同じですね。全く同じ音なので、コピペしちゃいましょうか。ですね、コピペしたい、コピペ元の小節をですね、こう、カーソル入れた状態で、こんな感じでこう選択していきます。これは、シフトキーを押しながら、矢印キーを押すことで、複数の音符を1回で選択することができます。はい。で、選択したら、コマンド C ですね。Windows の方は Ctrl C を押していただくとコピーができます。今コピーできている状態です。で、コピーができたら、ペーストしたいところに、小節に移動して、今この3小節目の頭にカーソルがありますね。で、ここでペーストキーを押します。ペーストというのはコマンドプラス V。Windows の方は Ctrl プラス V のキーですね。を押すことでこのような形でペーストができます。で、ペーストすると、この文字列がテキストが入っている場合は、テキストまでこう含めてコピーされてしまいますので、これはいらないのであれば消してしまいましょう。で、またノート、もしくはコマンドと2のキーを押すとまた音符を入れるモードになりますので、こちらでやっていきましょう。で、今、3小節目まで入力ができました。で、ちょっとどんな感じになってるか、最初から再生してみましょうか。これはですね、再生することができます。フラットというのは。どうやってやるかと言いますと、こちらですね。プレイボタン、もしくはスペースキーのショートカットがあります。ちょっと押してみます。はい。というわけで、きちんと再生することができました。これはどういうことかと言いますと、今再生したのは90というテンポで、この3弦の3フレットに合った音を四分音符の長さで再生してくれたということになります。はい、これすごく便利ですよね。では続いて4小節目以降もやっていきましょうか。4小節目はまずテキストから入れていきましょうか。ここにちなみに下の段に入れても上に反映されますので、こちらで入れていただいても大丈夫です。ACE というのを入れて、エスケープキーを押して、またノート、もしくはコマンド2で音符を入れるモードに行きます。で、今度はですね、8分音符ですね、原曲の方は。8分音符をこちらに入れていきたいと思います。これはどうやるかと言いますと、まず適当にこの目的の音の高さの音符を入れてください。今回はたまたま四分音符の長さになりました。四分音符の3弦の3フレットの音ですね。が入りました。で、今回は8分音符にしたいので、こ
これですね。これを入れます。で、ちょうど8分音符の給付ができたので、このような形で入れると8分音符が2つできました。で、この状態で右に矢印キーで移動すると、また給付が8分音符が出てきますので、同じように3弦の3フレットを入れていきます。で、あとはちょっと楽しようということで、コピーペーストでいきましょうか。またシフトを押しながら矢印キーを押すと、この2つだけ選択することができます。なので選択したら、コマンド C、Windows の方はコントロール C を押していただいて、で、給付のところにカーソル、右矢印で移動します。そこでコマンド、もしくはコントロールの V でペーストしていきます。はい。これで4小節目ができました。で、5小節目はどういう構成になっているかというと、4小節目と全く一緒ですね。8分音符が8個ありますので、これももうこのままコピペーストしていきます。3小節目の、すみません、3弦の3フレットの8分音符が8個ですね。という形になります。はい、これで5小節目までできました。続いてやっていきましょう。今回は6小節目ですね。6小節目。これはどうなっているかと言いますと、まずテキスト入れていきましょうか。16th という文字列をこちらに入れます。これはコマンドと E というショートカットがありますので、私はそれを押しております。もしくはこちらをメニューからテキストモードに入ってください。で、文字列を入力します。で、エンターキーを押すとこちらに反映されます。そうしましたら、また譜面に戻りたいので、ここでエスケープキーを押して、ノートのメニューに移動します。はい。では、実際に音符を入れていきましょう。ここは、16分音符ですね。音の高さは一緒です。3弦の3フレット。なので、一回、ここで3弦の3フレットの音を入れまして、次はこちらですね。16th の音符をクリックします。これで、16分音符の入力ができました。で、隣にもですね、16分音符の給付ができましたので、こちらに同じように3のキーを押して、3弦の3フレットを入れていきましょう。で、こちら続いて同じような形で入れていきます。で、これも、あとはもうペーストしてしまいましょう。この今4つ目のところにカーソルがあるんですけれども、これをシフトキーを押しながら左に行きまして、2つだけですね、選択した状態でコピーをします。コマンドプラス C、Windows の方はコントロール C ですね。で、していただいて、右に移動してからペーストします。コマンドと V、コントロールと V ですね。で、これをどんどんやっていくと、6行目が終わっ6小節目が終わって、次7小節目も同じような形でできるというような形になっております。はい。で、これでもうほぼ基礎的な操作は全てやったという形になります。ちょっと頭から再生してみましょうか。はい。はい。このような形になります。あと、もし必要であればメトロノームとかもこういう再生の時つけられますので、もしよかったらやってみてください。こんな感じですね。というわけで譜面の作成方法は以上です。また細かい機能などはですね、今回全部はご紹介できなかったんですけれども、フラットにはいろいろ用意されています。例えば、そうですね。
ちょっと調合を変えてみましょうか。調合を変えるともう全ての小節についてこちらが変更されます。あとはですね、何がいいかな。タブの機能とかもありますね。よくスライドとかってあるじゃないですか。ここで言うと、ここじゃない方がいいですね。この3フレットから5フレットにスライドしたい場合っていうのもスライドであるっていうことを明示的に書くことができます。どうやるかというと、これですね、タブというメニューの中にスライドという項目がありますので、こちらを押してみます。するとこのような表記になりまして、で実際譜面としてみると、3フレットから5フレットにスライドするんだなというのが分かるようになります。同じようなところでハンマリングもありますね。ちょっとスライドを消しますと、こういうふうにやると3から5に3フレットと5フレットをハンマリングするんだなっていうのがタブ譜の上で表現できるようになります。はい。あとそうですね。たまにあるのはこれですかね。スタッカートをつけたいときっていうのもたまにあります。というときはアーティキュレーションのメニューからこちら押すとスタッカートがつくようになります。ちょっとこの小節だけ頭拍につけてみますね。で再生するとどうなるかというとこんな感じです。はい、こんな感じでちゃんとスタッカートもつけることができます。この辺はあんまり使わないですかね。この辺もちゃんとした譜面とかだと使うかもしれないんですけど、タブ譜だとあんまり必要ないかなと思って私は使ってはいないですね。ここはよく使いますね。メジャーというのは小節のことですね。小節の操作をするときにはこちらのメニューをよく使います。この辺使いますかね。例えばですね、どういう時使うかというと、7小節目の前に小節を1つ追加したい時っていうのがあります。そういう時はこの辺のメジャーのタブの Insert Measure Before という項目がありますので、こちらを押すと前にですね、こんな感じで小節を追加することができます。くらいですかね。あとは私はあまりやらないんですけども、例えばコードを書きたい、コード名をつけたいときってつけたい方もいると思います。っていうときはですね、こちらのテキストのコードというメニューから、例えば C とかというコード名を書くこともできます。あとは歌詞ですね。リリックも入れることができます。サンプル。こういうふうにやると譜面の下に表示が出てくるんですよね。なので、歌詞をつけたい場合はこちらにテキストのリリックスから入れることもできます。フラットでできることその2、オーディオファイルをタブ譜に同期する。それでは先ほどのセクションでタブ譜を作りました。このような形ですね。ちょっと仮で7小節目まで作っております。で、今回やりたいのはこのですね、YouTube の音源に合わせてタブ譜を再生するというのをやってみたいと思います。これは私はよく使う機能なんですけれども、例えばある曲のですね、タブ譜を作った後に、その実際の原曲に合わせてタブ譜を再生するっていうことをよくやりたいんですよね。なのでこの機能をよく使っています。説明しただけだと分かりにくいかもしれないので、実際やっていきます。ではですね、今回はこちらの動画の
こちらの動画を元の音源として、こちらの動画に合わせてタブ譜を動かすということをやっていきたいと思います。どうやるかと言いますと、こちらのですね、ちょっと全画面しますね。左上の方のこちらの下向きの矢印のボタンを押してみます。するとマネージレコーディングというのがありますので、こちらを押していきます。するとですね、こういう画面が出てきまして、で、これで音源を指定することができます。音源は2つの種類を指定することができます。1つ目は YouTube だったり、クラウドに上がっている音源ですね。これは URL をこちらに入れていただくと、こちらのタブ譜の音源として使うことができます。あとは MP3 のファイルを指定することもできます。これは前もって MP3 を用意しておくことができれば、こちらの方をファイルを選択するということもできます。今回は、YouTube の動画から作成するということで進めますので、こちらに先ほどの URL を入れまして、NEXT というボタンを押します。はい、するとですね、YouTube の動画を読み込んでくれまして、どんなタイミングでタブ譜を再生するかっていうところを設定できるようになるんですよね。ちょっと今のままだと全然長さが足りないのであまり合わないと思うんですけれども、ちょっとやってみます。こんな感じで実際に再生しながらどこに合わせるのかっていうのを指定できるようになります。というわけで実際に YouTube に合わせて動かしてみたいと思います。どうやるかと言いますと、シンクロナイゼーションポイントというのを追加することで動画と同期することができるようになります。ちょっと押してみますね。で、押すと2と18秒というのが出てきました。これは2小説明に対して動画の何秒時点を同期するかということを指定することができるようになる機能です。で、今回の場合ですと、どれくらいですかね。ちょっとこれは手動で試行錯誤しながらやっていくっていう形になるんですけれども、とりあえず3秒くらいにしてみますか。で、実際に再生してみます。ちょっと早いですね、これだと。2小節目がどこで来てほしいかっていうと、ここですね。今ストップしたところで来てほしいので、こういう時は動画を再生しながら設定できる方法もありますので、これでやってみます。セーブボタンを押す。ここですね。OK です、OK です。はい。こんな感じで2小節目がどこから始まるのかっていうのを指定することができます。ちょっと分かりづらいかもしれないですね。すいません。今回不完全なタブ譜でやってしまったので、ちょっと分かりにくかったかもしれないですね。じゃあ今回は最後の8小節目ですね。ここがどこのタイミングで来るかっていうのをやってみたいと思います。で、8小節目はどこかっていうと、16部を2回やった後ですね。に来てほしいので、ちょっと再生してやってみますか。今ここですよね。今ここに来て、ここに5小節目、6小節目、7小節目でここですね。はい。ここでやりたいんだと思う。これでできたんじゃないかと思いますので、一旦最初から再生してみます。はいはい。同期されてますね。はい。で、こうなって、はい。というところで、8小節目までのタブ譜ができました。こ
こんな形で動画の何秒時点でここの何小節目に同期するっていう設定はこんな感じで簡単にできますので、ちょっと微調整しながら進めていければいいかなというところを感じております。で、この辺の修正がもろもろ終わりましたら、右下のですね、セーブザトラックボタンを押します。はい、これでセーブされました。ちょっと一回再読み込みしますね。たまに反映されてない時があるので。それでは、できたタブ譜を再生してみたいと思います。再生してみます。すると YouTube と同期してくれてます。こんな形です。今2小節目が始まりました。はい。どうでしょうか。このような形で元の動画と自分が作ったタブ譜とですねが自分の好きなタイミングでタブ譜を再生することができるようになりました。これがオーディオと同期するという機能のご紹介でした。それではフラットでできること3つ目、タブ譜をエクスポートする機能についてご紹介していきます。タブ譜のエクスポート機能はどういうものかと言いますと、言葉通りですね、タブ譜をエクスポートする、出力することができます。これは PDF で出力することができますね。で、どうやるかと言いますと、この作っていただいたタブ譜の画面でですね、ちょっとショートカット使っちゃいますね。ショートカットはコマンドと P です。はい。で、画面からやる場合はこちらのエクスポートボタンで、いろいろな形式でエクスポートすることができますが、一回 PDF でやってみますね。PDF を押して、いろいろ設定ができます。今回はデフォルトの設定でいきます。はい、で、やりますと、こんな形で自分のパソコンにダウンロードがされますので、見ていきましょう。こんな感じになります。はい。むちゃくちゃ綺麗に出力できてますよね。本当にこのまま印刷すればスタジオとかでも使えるようなクオリティになっていると思います。これがもう本当にフラットの便利なとこだと思いますね。譜面作るだけではなくて、すごく綺麗な形で出力するっていうこともできます。画像でいいんだったら画像とかを出力することができます。こんな感じですね。めちゃくちゃ便利です。こちらが譜面のエクスポート機能でした。では最後に、フラットでできること4つ目、タブ譜をネット公開するという機能についてご紹介していきます。これはどういうものかと言いますと、作ったタブ譜をですね、もうこのまんま作ったまんまネット上に公開することができます。どうやってやるかと言いますと、こちらのタブ譜の編集画面のですね、右上の方にあるシェアというボタンを押します。で、まだ現在ですと公開されていないのでですね、まずシェアパブリシティというパブリックリというところを押していきましょう。で、これでインターネット上に公開することができるようになります。タイトルだったりとか、あとアレンジした方のお名前ですとか、あとタグっていうのは譜面をフラット内で探す機能があるんですけれども、その探すときにアーティスト名だったりとかっていうところで検索するためのものですね。で、今回は何も入れずにこのパブリッシュというところを押していきたいと思います。これを押すと公開されます。はい、で、公開されるとどうなるかって言いますと、文字通り公開になりますので、他のフラットのアカウントをお持ちの方がですね、アクセスできるようになります。このタブにですね。どういうことかと言いますとですね、URL が発行されるんですよね、こちらのタブに。これなんですけども、
なのでこちらを知っていれば誰でもこの今作ったサンプルの譜面にアクセスすることができます。というところで私の使い方としては、作った譜面をですね、YouTube で演奏したものを上げているんですけれども、そちらの YouTube の説明欄、概要欄の方にこちらの URL を貼り付けておくことによって、実際に動画で使用したタブ譜というのを動画を見た方にですね、使っていただくっていう風な用途で私は使っております。こちらがタブ譜をネット公開するという機能のご紹介でした。で、ここまでで一通りの操作は終わりました。譜面、タブ譜を作ってインターネット上に公開することができました。で、公開した後はですね、こちらの左上のロゴをクリックするとトップ画面に行きまして、で、自分が作ったタブがですね、一覧でこちらに表示されるようになります。で、また先ほど作ったものを表示させたければ、このクリックをしましてですね、するとまた編集画面に行くことができます。で、例えばもう何か変更したい場合があったとしたら、例えば8小節目に別の音源を追加したいなってなったら、こうやってどんどん追加していくことができるようになります。フラットの利用料金についてもお伝えしておきます。フラットの利用料金は無料プランと有料プランというものがあります。で、もちろん無料で使うこともできます。私の、使ってみた感じですね、基本的なタブ作成機能というのは無料プランでも揃っていますので、まず試しに作ってみたいという方であれば無料プランで十分かなと思います。私も最初のうちはですね、無料プランで使っていました。で、ただその無料プランの一つのネックとしてタブ譜の上限数があるんですよね。15個までなんですけれども、で、私の場合試してみて結構使うなっていうことが分かりましたので、どんどん15個以上を超えてですね、作りたいなと思いましたので、そのタイミングで課金をしました。ですので、まずお試しということで無料で使っていただくのは全然ありだと思います。今回はフラットでタブ譜を作ろうということで動画を作ってみました。皆様いかがでしたでしょうか？もし分かりにくい部分だったり、ここがもっと聞いてみたいという部分がありましたら、ぜひコメントでお知らせくださいませ。コメントいただければお返事させていただきますので、よろしくお願いいたします。で、私は今回のようにですね、フラットでタブ譜を作りまして、そのタブ譜を見ながらベースを演奏して演奏動画を YouTube にアップしております。もしご興味あれば他の動画もご覧いただければ嬉しいです。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。